RC ゴー。こんにちは。こんにちは。広坂正美です。それはやかんでしょ。それ来るとまた8記念係長になっちゃうんですけど、マントイサガです。と達川博です。いつも通りです。いつも通り？今日髪型が違うじゃん。髪を切ったんだ。切りましたよ。いつも爆発しとったけど、今日どうしたん？福ちゃん旅行行っとったんだよね、そういえば。そうですよ。高山？高山、何県でしたっけど、覚えてないですけど。岐阜県な。岐阜県です。あれ何？森で野ぐすしに行ったんだ。何の話ですけど。雪は降ってない、まだ。降ってない。まだ降ってない。いや、なんか遠くの方にある雪はなんか降って積もってたみたいですけど。寒かった。大丈夫？そんなに寒くなかった。そうか、じゃあ旅行行って楽しかったね。よかったね。なるほどなるほど。なかなかね、家族で旅行行くのも。そういいよね、なかなか。楽しかった。久しぶり、何年ぶりとか言ってました。温泉入った？温泉は泊まったところですけど。みんなで入るところ？大浴場？大浴場っていうか、温泉なんです。露天風呂もあった？露天風呂もあった？ありました。だけどあんま種類なかったですね。乳首立ってるもんでカツラかぶって女湯行ったんだろう。何を言っとるんですか。次考えてやらんすよそれ。ちょっと怒られちゃったんですけどね。今日はねちょっとね子供向けということで。そう下ネタ禁止だったじゃないですか。やばいですね。でも RCDC って思ったんですけど、業界で認識されてるのはこの3人はもうちょっと完全にお笑い系だっていうのがよくわかりました。いや違いますよ。本当？でね、はい行きましょう。今日は？そうですね。今日はというか今東郷皆さん知ってる方もいるかもしれないですけども、愛知県にあります。愛知県で今話題というのは何だ？今愛知県で話題になってるのは何だ？ラリーですか？そうラリー、そうWRC 初開催じゃなくってもう一個あるだろ？あとは知らないです。これもヒントがここにあるだろ？そっちのこと言ってるんですね。これね。ね、ポニョじゃないですよ。万博のあれみたいなところにあるところですね。もともと万博やってたところのあそこにある。トリコロパークにできたジブリパーク。今そうね、盛り上がってますけども、ジブリパーク開園記念ということで、ちょっとジブリネタでね行きたいと思います。そうですよね。はい。ジブリパークってあれいろいろ各建物はあれお金がかかるんだね。無料ではないんです。エレベーターは無料。わかんないですけども、一応あれ元青少年公園って県の施設なんだけど、お金がいるんですね。そう一部施設は確かお金がいってね、ジブリの大倉庫とかって結構2000円ぐらいなのかな。そうですか。周りは歩いて回れるんでいいんですけど、どちらにしても今すごい人気で予約しないといけないような場所なんですけどね。なんか昔のイメージと全然違いますね。なんか聞いた話によると今1月の受付が始まってて、街が1万人らしいです。は？マジ？そんなに行きたいんだみんな。そうやば。はい。っていうことでね、ちょっと本題の方に行きたいと思うんですけれども、ラジコンのまた未来を考えるっていう話をよくしてたんですけども、してましたね。タミヤさんが最近出してくるラジコンって結構マニアックな、古いロータスだったりとかアルピーノだったりとか。狙ってる年代が自分ら年代からちょっと上ぐらい、50代60代を狙ってるんですけども、確かに、その年代お金持ってるから、売れる、一時的には売れるけど、将来的にどうその人たちがずっとラジコンするかっていうとそうではない。やっぱ子供、これからを担うなら子供いますよここに。そう子供さん。何の話をしてるんですか？子供さんとね女性の人とかにもやっぱりラジコンをやってほしいっていうことで。なるほど。どうした？僕ドシブな方なんですけど。ドシブって何？ドシブって。要はロータス好きだったり旧車が大好きなんで。若い時人にもそういう人もいるけど、でも結局今狙ってるのはちょっとお金も時間も余裕があってっていう人が、ロータスいいな買ってみようかってそんな感じかなっていうところなんですけども、その人たちは結局もうあと何年生きるの？何年ラジコンやれるかっていうかね。であと金持っとるっていうのが正直あるんで、やっぱりねタミヤさんもやっぱ商売なのでね、お金持ってる層に販売を目指して開発とかね
開発というか復刻版ばっかなんだけど、そうですね、まあそういうことをやってるっていうね、だけれども、まあ今回ねそのちょっと若者の人にも見てほしいなっていう風で、若い世代、はい、女の人、子供ということで、まあここにこのワーゲンバスがあるんですけども、ワーゲンバスなんですけども、まあこれはあくまでベースで、はい、これタミヤさんのワーゲンバスで、うちの山本さんがドリフト仕様にしてるんですけども、これが実は、いいですかね。ちょっと待って、これね。あ、ポニョ。どこを撮ってるんですか。どこを撮ってるんですか。違うの。下ネタ禁止ってさっき言ってませんでした。いや、下ネタなんか言ってないだろお前。俺ポニョだって言っただけだろお前。ポニョでそこを映しちゃったら完全に専門下ネタになりますよ。どこ映した？それを言わせるんですか。高山旅行行ってきたんだろう。それか早く本題に進めないと。はい、行きましょう。はい、これですね。はい。お、どれ？スイッチ。あ、これ？これ。あ、じゃじゃーん。これをここにパコンとかぶせると、なんとやば。猫バスになるんですね。すごいじゃん。多分今この動画を見てる業界の人とかですね。今スマホで見てる人は今スマホをポロッと落としたり、目から鱗のようにコンタクトレンズがポロポロっと落ちたりとかしてると思うんですけども、今それネタですか？今それネタですか？ネタです。あ、ネタですか？すいません。はいね。そうですか。はい。これ猫バスってね。これ何の映画でしたっけ？隣のトトロに出てくる。ここにもいますよ。隣のトトロ。何トロだったっけ？首があるからトトロにはなれんすよ。トトロ首がないんで。あ、トトロ？首がないじゃない。いや、俺別にフクちゃんが太ってるからトトロって言っとるわけじゃないよ。首そんなにないし。どんな映画だったって言っとったらそういう風になっちゃったっていうね。で、隣の何トロ？そういう下ネタを持ってくるのやりましょう。下ネタ言ってないじゃん。トトロだって。知ってますよ。トトロ。分かった？違うことを言わせようとしてましたね。で、これね、猫バスって言うんですけどね。そうですね。じゃあ猫がこっちじゃない、こっちしようかな。猫が好きなブスは何て言うでしょう？知らないです。はい、行きましょう。はい、行きましょう。これ後でカットで。何言うか忘れちゃったじゃないですか。猫バス。はい、猫バスですね。これね、目が光ってるんですよ。そう、これはですね、マックス斉藤さんの力作で。これ何？もしかして自作？自作ですよ、もちろん。マジで？斉藤さんにこういうの作ってって言ったらすぐ作ってくれました。マジ？ちゃんと LED 入ってるんですよ。右目と左ちゃんとなんか光ファイバーかなんかで。いや、てっきりさ、これどっか買ってきたのかなと思って。これ自作？全部自作です。これチップ LED じゃないです。やば。チップ LED かと思ってましたこれ。すごいな。これラジコンがね、こういう風になるんですけどね。そうですね。今子供に人気の車は何かって言ったら、何ですかね。プリウスじゃなくて猫バスが。あ、そういうことか。そういうことか。ガチな話。これね、ピュアな人じゃないと見れないんだよ、トトロって知ってた？じゃあ僕が見えんすね。信じてないと見えないんですよ。いや、フクちゃんは本当に心がピュアだから、俺見えると思ったんだけれども、ここカットするんだけど、でもにしたからもう見れないよな。そういう意味じゃないです。そういう意味じゃないです。そもそも猫バスいるわけないじゃないですかって、僕はそういう人間だもんでダメです。了解です。はい、あと走る？そうですね。走ってるとこも見てもらいたいと思うんですけどね。ちゃんとこれが世界初の猫バスのドリフト。素晴らしい。見てください。はい、やりましょう。はい、じゃあよろしくお願いします。これ OK ですね。はい。はい。